どうも、単独歩行者です。先日、パニガーレでのツーリングが辛いという動画を上げましたが、そもそもパニガーレかどうかは関係なく、バイクって乗っていると辛いものですよね。というのも、夏は暑く、冬は寒い。決して楽ではない姿勢で乗り、前や横からの走行風を受けながらバランスを取る必要もあるので、控えめに言っても辛いですよね。おまけに少し疲れたからといって横になって休むこともできず、疲労がどんどん蓄積していきます。遊びや趣味も突き詰めていくと、辛い瞬間を乗り越えることで達成感を得る領域に入ってきますが、バイクは常にその辛さがつきまとう感じで、マラソンに近いのかもしれませんね。まあ、マラソンしたことないんですけど、それに引き換え、車は冒険感と快適性のバランスがちょうどよく、カジュアルな趣味として楽しむには最適だと感じます。ここまで話しましたが、私自身は面白くないとか飽きたとは思っていませんので、あしからず少々のサムネ詐欺となっております。バイクは楽しくていいぞという話はよく聞きますが、一方で次々とバイクを降りていく人も少なくありません。そこでバイクを面白くない、飽きたと感じる理由について少し考えてみたいと思います。まず第一に、先にも書いた通り、快適に乗れる季節が限られていることと、身体的負担が大きいことが挙げられます。夏は本当に熱中症になるのではないかと思うほど過酷ですし、冬は指先の感覚がなくなるほど寒く、これもまたかなり過酷です。ある程度装備を整えれば多少は改善できますが、装備を揃えるにはそれなりの費用がかかりますし、完全に快適になるわけでもないので、結局のところ乗るにはそれなりの気合が必要ですね。免許を取ったばかりの頃や、新しいバイクを納車した直後は気持ちが高揚していて、ただただ楽しいものですが、慣れてくると次第にマンネリ化し、辛さの方が際立って面白くなく感じることもあるかもしれません。次に、バイクで行ける場所を一通り巡ってしまった場合も考えられます。毎回北海道やそのような素晴らしいスポットを走れるなら良いですが、実際は自宅からそう遠くない場所に行くことがほとんどではないでしょうか。そうなると同じ道を何度も通ることになり、バイクに乗ること自体がルーティンワークのようになってしまいます。その結果、次第にマンネリ化し、飽きたと感じることもあるかもしれません。私はあまり関係ありませんが、バイク仲間とのツーリングを楽しみにしている人にとっては、周りがバイクを降りてしまうと、自分も自然と乗らなくなることがあるかもしれません。これは飽きたとは少し違いますが、ソロツーリングは目的地でも当然一人なので、寂しさを感じることもあります。そのため、一人が好きではない人にとっては、バイクを降りるきっかけになりやすい気がします。皆さんはバイクに乗っていて面白くないな、飽きたなと思ったことはありますか？ぜひコメントで教えてください。ここまで書きましたが、それではどうすればバイクを楽しく乗り続けられるのかについても考えてみたいと思います。一つは乗りたくなるまで待つことですね。これは元も子もない気がしますが、バイクが好きで免許を取ったのなら、また乗りたくなる日は必ず来るはずです。その時が来るまで無理に乗ろうとせず、気長に待つというのも一つの方法ですね。同じ道ばかり走っていてマンネリを感じる人は、思い切って北海道や阿蘇など、これまで行ったことのない場所にツーリングに出かけてみるのも良いかもしれません。普段とは違う景色や道を走ることで、新鮮な気持ちを取り戻せるはずです。また、一緒に走る人がいないから乗らなくなったという人は、思い切ってツーリングクラブに参加してみるのも一つの方法かもしれません。友人同士だと予定が合わないこともありますが、ツーリングクラブなら誰かしら一緒に走れるメンバーがいる可能性が高く、新たな交流が生まれるきっかけにもなるかもしれません。大きいバイクに乗っていると、車検や税金などの維持費がかかるため、所持しておくのが大変になることもあります。思い切って 125cc くらいの維持しやすいバイクに乗り換えてみるのも一つの方法かもしれません。小排気量なら手軽に扱え、維持費の負担も減るので、
気軽にバイクを楽しめるようになるかもしれませんね。と、本日はこんな感じでバイクを降りる理由について考察しつつ、マンネリ解消の方法について雑談してみました。あくまでも趣味なので、乗りたい時に乗るのが一番ですが、乗らなくても場所を取るし、お金もかかるので悩ましいところですよね。最近バイクに飽きたなと思っている人は、今日の雑談を参考にしながら自分なりに楽しめる方法を探してみてください。バイクに乗るのも大変だよねと思った人は、ぜひいいねを押してください。バイクこそ人生だけど、とマンネリとは無縁の重さもいいねいっちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。